これはいい、本当に食べて美味しかったもん。うまいのよこれが。これもうね、お酒も進むし、ご飯に乗っけてバクバク食べれます。さあ今回もババッとババご飯をご視聴いただきありがとうございます。今回ははい、豚肉の納豆炒めを作りたいと思います。はい。馬場さん、はい。炒めが妙めになってますね。あ、またやった。またやった。火でしたよね。火。はい。豚肉の納豆炒め。じゃあまあね、こちら気を取り直して、豚肉の納豆炒めは名古屋市にある鉄板焼き屋さんで食べた美味しかったメニューをちょっと僕なりにアレンジして、こんなんかなっていうので作らさせていただきたいと思います。ババッとババご飯。豚肉の納豆炒め。材料はこちら。豚ひき肉 150g、 納豆1パック、玉ねぎ1/2個、長ネギ緑の部分のみ1本分、にんにく1かけ、オイスターソース小さじ1、醤油小さじ1/2、一味唐辛子小さじ1/2、塩少々。なかなかね、納豆を炒めて使うっていうのもね、ないと思うんで、すごい美味しかったんですよ。じゃあ玉ねぎを切っていきます。玉ねぎをまず半分に。玉ねぎって皮ごと切るんですか？皮ごと切ってもいいですね。でこれもここでこう切ってしまえば結構剥きやすくなるんで、こんな感じに。で玉ねぎはちょっと食感を残したいので、こういう風に縦に繊維が走ってますんで、こんな感じですね。これに沿って切りましょうかね。結構薄めに1、2、3ミリぐらいのスライスですかね。こんな感じのちょこっと透けるぐらい。まあでもこれはお好みですね。好みでいいと思います。じゃあ長ネギも切りましょう。これ玉ねぎ入ってるんで入れなくてもいいんですけど、ちょっと彩りに、この辺大体捨ててしまうじゃないですか。ちょっとこれを彩りに入れたいと思います。青い部分ですね。青い部分ですね。これを斜めに切ると、これを輪切りにすると結構食感硬いので、これもこう繊維が縦にこう伸びてるんで、大体縦長に生えてるものは縦に繊維がありますね。でこれを斜めぐらいに切ると食べやすくなる。輪切りにするとちょっと食感が残りすぎるっていう感じですね。じゃあ長ネギもこんな感じで彩り用ですね。たっぷり入れましょう。じゃあニンニクを、これ皮むくのめんどくさいので、もうみじん切りにする場合は潰してしまいます。でこれをまた、じゃあこんな感じでみじん切りにしたら調理していきましょう。豚ひき肉と一緒に炒めていきますんで、じゃあフライパンに豚ひき肉、もう油があるのでこのまま火をつける前ですね。今でもニンニクも一緒に入れてしまいます。でこれで火をつけます。中火ぐらいで。豚の脂でニンニクを炒めます。で軽くお塩します。今、はい、今日は豚ひき肉でやってらっしゃいますけど、はい、他の肉とかでもいいですか？鶏ひき肉でもいいと思います。はい。
でここで玉ねぎを入れます。お肉に7割ぐらい火が通ったらですね。これ玉ねぎの厚みによって入れるタイミングを早めに入れたりとか、これ薄いんで、はい、結構でここに納豆、これ納豆の匂いが苦手な人は最初の方から入れてもいいです。より香りが飛びやすいというか。じゃあこれまた一回こう蓋をね閉めてもらって、ペタッと貼ればね。でこちら納豆を入れていきます。この納豆がね、ほんとなんか味噌ともまた違う豆のうまみとちょっと粘りがあって、これがすごい美味しかったんでちょっと紹介したいなと思いまして。今日は粒納豆ですけど、引き割り好きよって人は引き割りでもいいと思います。で引き割りを例えば豚肉炒める前に油で結構炒めるとかなり納豆臭なくなるんで、もしかしたら入ってるの分かんないぐらいになるかなっていう、事前に炒めるとですね。でこちらでちょっと味付けをしていきます。納豆のタレも入れちゃいます。これかつおだしが入ってるので。でここにお醤油と、お醤油ほんの少しですね。あとオイスターソース、これをちょっと隠し味に小さじ1ぐらいですかね。で一味唐辛子入れて、で長ネギの青い部分入れたら炒めます。長ネギ入ると見た目いいですね。そうですね、緑が入って、もうこれだけです今回。味付けはこんな感じでいいんじゃないでしょうか。じゃあ盛り付けます。あら美味しそうもう持ってる段階で美味しそう。いい香りしますもん。いい、これはいい。本当に食べて美味しかったもん。はい、こちらで豚肉の納豆炒め完成しました。それではいただきたいと思います。これは美味しいよ絶対。いただきます。納豆がいい仕事してますね。これはうまいのよ。これがなんかひき肉と納豆の粘りと豆の味とネギ類のシャキシャキ感、これもうねお酒も進むし、ご飯に乗っけて丼にしてもバクバク食べれます。ほんと美味しい。納豆好きな人はぜひちょっとやってほしいですね。これはちょっとまたこういったお店で食べて美味しかったメニューもまたちょっと再現して作っていきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。いいねと思いましたら高評価とチャンネル登録の方お願いします。以上ババッとババご飯でした。